こんにちは。お元気ですか？今日は7月25日の土曜日ですね。また週末でお休みの方も多いと思うんですけど、そういえば夏休みってもう今ぐらいから入ってるもんなんですかね。学生さんとかのね、小学校から高校の学生さん、夏休みってその40日間っていうイメージで記憶に残ってるんですけれども、8月いっぱいが夏休みなんだとしたら、もうすでに夏休みって入ってるのかなね。最近暑いですから、やっぱちょっとね、夏休みっていうのを入れた方がいいなって思いますね。もう通学時間とかも朝だから、まだね、日中の一番暑い気温じゃないにせよ、結構朝もね、日差しが強いですし、あとどうなんだろう、今は小学校から高校までエアコンとか入ってるんですかね。公立とかでも。私が学生の時はエアコン入ってなかったです。あの小中はもちろん入ってなかったし、高校でも入ってなかったですね。でも近年エアコンないと勉強が難しいくらい暑いんじゃないですかね。どうなんですかね。その教鞭に立つ先生もね、熱中症になっちゃうよ先生がみたいなね、そういうレベルなんじゃないかなって思いますね。どうなんだろう、エアコンって普及、もう普通入ってるのが普通なのかな。ごめんなさい、私周りに子供とかが全然いないから分かんないんですけども、でもあれですよね、その私が子供の頃ってエアコン、その頃はクーラーって呼ぶのが一般的でしたけれども、そのクーラー自体がまだね、そんなに普及し始めたくらいの時代なので、エアコンが学校にないのはもっぱら当たり前って感じで、高校生ぐらいになるとエアコンがある学校ない学校みたいな感じでね、私立とかだと入ってるところがある程度あるとかね、そういう感じだったのかな。私が在学中もね、高校の時ね、エアコンクーラーを設置するかしないかみたいなね、そういう話はちょっとずつ出始めてたとは思うんですけども、私が高校生の時にはエアコンは入らなかったですね。そうそう。そんな感じなんですけども。でも今はね、ちょっとエアコンがないと過ごせない。これって何気に結構異常ですよね。そう、エアコンがないと、体調を崩しちゃうとかね。ちょっと大げさに言うと死んじゃう。実際にね、お年寄りの方とか、あとはね、ちっちゃい子とかでもね、エアコンをある程度使わないと日常生活の中で熱中症になって危険な状態になっちゃうってことは十分あり得ると思うので、いや、なんかなかなか物騒な地球環境になったなっていうふうには思いますね。あとは私が若かった頃はね、若かった頃っていうのは例えば20代の頃とかねは結構ね、私は関東在住だったので、軽井沢とかにね遊びに行ったりとかしてましたね、車で。そうそう、夏の間やっぱ暑いんで、ちょっと軽井沢行こうみたいな感じで、高速乗ったりとか、ちょっとお金がないからね、若者なんでちょっと時間かけて下道で行ったりとかもしましたけれども、そうするとね、軽井沢ってね、やっぱり涼しいんですよね。その時はね、軽井沢ってなんでこんなに涼しいんだろうってすごい不思議だったんですけれども、やっぱ今の時代、軽井沢もちょっとやっぱ暑くなってきちゃってんのかな。本当にね、昔の軽井沢は本当に過ごしやすかったし、気持ちが良かったんですよね。避暑地って言われるのにぴったりな。で、ちょっとね、おしゃれだったりもするじゃないですか。もうちょっと名前忘れちゃったけど、軽井沢の、何でしたっけ、銀座通り、あそこも銀座って言うんでしたっけとか、なんかそこでちょっとね、
こうお店を冷やかしたりとかしてね、でも涼しいしね、ちょっとおしゃれな感じの喫茶店入っちゃったりとかね、温泉とかはあんまなかった気がするんですけども、でも温泉自体もちょこちょこっとあって、日帰り湯に入ったりとか、あとは軽井沢っていうとね、おしゃれなペンションとかね、そういうのがあったりとかしましたけれども、ただね、私が20代の頃っていうのはバブル崩壊後なんで、今ほど景気は下ってなかったとはいえ、やっぱりね、ペンションとかも潰れてるところが多かったんですよね。だから泊まりに行ったペンションのオーナーさんとかもちょっともう経営的にあれでもう畳むかもしれないみたいなこと言ってて、やっぱバブルの時代にね、たくさんできたのかもしれないですね。だからね、私が20代の頃とかはそういうペンション施設とかもね、結構破格、安い金額でやってくださってるところも多くて、そうそう、だからね、若者でも結構気軽に行けて泊まってきたりとかね、したんですよね。あとはね、軽井沢っていうとね、アウトレットモールがあったんで、ちょっとそういうところに寄るのも楽しみだったりしましたね。あとせっかくね、わざわざ軽井沢まで行ったんだったら、アウトレットモールっていろんなものも売ってるけれども、やっぱりね、安くいろんなものを仕入れたいっていうのあるじゃないですか。やっぱ若者で過ごしていても、必ずこのお洋服、おしゃれとか、あとは運動する時のトレーニングウェアだったりシューズだったりとか、そういうのとか日常で使うものってあるじゃないですか。そういうのはね、その辺のお店で買うよりもやっぱアウトレットに行った方が安く仕入れられたりとか、ちょっとお買い得品とかね、あとはちょっと面白いものとかあるじゃないですか。アウトレットだからこそ売ってる面白いデザインとか、そういうのも楽しくて、結構ね、軽井沢のアウトレットモールで買ったりとかしてましたね。だからその頃ちょっと手が出なかったようななんかブランドっていうほどじゃないんですけれども、例えば一般的に買うと3万円くらいしちゃうカーディガンとかも9000円で買えたりとかして、そういうのが超ありがたかったですね。なのでその若者の頃は結構軽井沢に行くのもちょっと楽しかったなっていう記憶があります。またね、ちょっといつか軽井沢とか行きたいなとは思ったりしてますけどね。最近の軽井沢ってどうなのかな。やっぱり昔とはちょっと違った感じになっちゃったのかなっていうふうには思うんですけれども、そんな風に避暑地のことに思いを馳せたりとか今ちょっとしてみたんですけど、なんだろう、最近はちょっと話めっちゃ変わるんですけど、なんだろうな、最近そうそう私はね、引きこもり生活で仕事も完全一人でやってるので、誰とも話すことがない、365日誰とも話す機会がありませんっていう生活をしてるんですけども、昨日ね、スーパーに行った時ね、一言だけ同じスーパーにいたおばさんと会話を交わしました。会話っていうかはいとかうんとかそれくらいなんですけど、そうそう、いつもはレジでクレジットカードでお願いしますとか言うしか私の日常では言葉を発する機会がないんですけど、昨日ねちょっと本当に何でもないことなんですけど、ちょっとお買い物に行って、ちょっとキャベツとか買わなきゃなとかも思って、一通りキャベツとかね、その必要なもの、卵とかね、そういうのを買って、どうしよっかな、ちょっとおやつっぽいのも欲しいなとか、でもちょっと菓子パンとかほどじゃなくてちょっとなんか欲しいなって思ったので、結構よく買うね、一口羊羹があるんですよ。でその一口羊羹のところにちょっと野菜コーナーからテコテコテコって戻って、あれ買おうと思ったら、その羊羹がある近くにこのショッピングカート、お買い物カートを押してるこの年配の方が止まって違うものを見てたんで、ちょっとそこにね通れなかったんですよね。だからぐるっと遠回りして違う方向に行って、手を伸ばせば届くところの角度のところまで回り込んで、もう買うもの決まってんでね、そこから手をさーっと伸ばして
こう一口羊羹を一つだけ取って自分の買い物かごにこう入れて、さあレジ行こうって思った時に、なんかそれをこのちょうど見てたおばさまがなんかしないけどいいの買いましたねって私に言ってきたんですよ。それがなんかおもろかったっていうか、いや別に本当特にオチはないんですけど、こう私がわざわざこうくるーっと回り込んでね、こう手をスッと伸ばして一口羊羹をこうカゴに入れたのがなんとなくそのおばちゃまからしたらその羊羹買いたかったんだろうなっていう感じで、まあ一口羊羹を買った私に「いいの買いましたね」って「ちょっとね食べるのにね」とか言って、なんかね、それがなんとなく面白かったって。なんかそれで私も特に会話を広げるわけでもなく「はい」みたいな感じでちょっと笑顔でニコニコしてみたいな、ほんとそれだけだったんですけど、まあ今から思うとせっかく日常で会話をするきっかけだったんで、もうちょっと話せばよかったなと思いましたね。ちょっと食べたくなりますよねみたいな、さすがにでかいの買っちゃうと全部食べちゃうからとか、なんかそういうどうでもいい会話をもうちょっとすればよかったと思ったんですけど、普段ね全く喋らないっていう生活をしてると、この瞬発的に多分言葉が出てこないんでしょうね。だから普通にこう本当そうですねみたいな感じでニコニコ笑ってなんかそれでなんとなくこう終わっちゃったんですけど、そのねおばちゃまのねいいの買いましたねっていう言い方がね、なんか良かったっていうね。そうそう、やばいな、私やっぱ日常的にもうちょっと人間と話した方がいいかもなって思いましたね。どうしようかな。ちょっとだからといってね、その仕事で人と関わる仕事をするっていうのはね、別に私の仕事をこう広げられるとかそういうレベルじゃないんで、ちょっと今は難しいので、バイトもするっていうのもね、週1ぐらいだったらなんかちょっとやってもいい気がするけど、なんかそれもねする気が今起きないので単純に人とね喋る、まあお金をなるべくかけずにそういう機会があった方がいいなと思いましたね。なんかどうだろう、このインターネットを通じての誰かと喋るっていうのももうちょっとやった方がいいのかな。まあ友達とかで付き合ってくれる友達は一人いるけれども、あんま頻繁にするのもねちょっと悪いなと思っちゃうので、まあ、その友達とはなんやかんやで1年に2回ぐらいはズーム飲み会だかズームお茶会みたいのをねなんとなくやるんですけどそういう友達をちょっと増やせばいいのかな。ごめんなさい、なんか何が面白かったんだか今ちょっと面白くなって吹き出してしまいましたまあいいや、まあそんな感じで、まあいいの買いましたねって言われたよっていう話ですね。そうそう、あとスーパーでちょっと思い出したんですけども、ここ最近ちょっとお米の価格下がってきましたよね。やっぱねちょっとお米高いじゃないですか。だいたい5キロとかでスーパーってよく売ってるんですけれども、だいたい私がよく行くお店とかだと5キロで4000円くらいになりましたね最近は。なんかニュースじゃないな、ネットニュースとかで見ると東京とかでももうちょっと安く売ってるとかそういうのを見たりとかして、どうなんだろう、別に東京だから一番高いとかそういうわけじゃないのかな。まあちょっと地域によって差はあるかもしれないですけれども、まあ5キロのやつがだいたい4000円とか、最近はさらにもうちょっとだけ下がってきたような気がするので3800円とかね、それくらいだったりすると、その1キロ800円とかかなね。800円、いやちょっと待って、800円だったら4000円しないか。いや違うな。じゃあ私がお店で見たの5キロ4000円じゃないな。4000円じゃないか。5000円か。5000円はしてない。4900円とか4800円とかそれくらいだったかもしれない。なんか1キロあたり800円ちょっとだなっていつも思ってる記憶があるので、今嘘ついちゃった。4000円じゃないですね。4800円とかね、それくらいが多いかもしれない。そうそう、だから1キロあたり820円とかね、それくらいで売っ
ってるパターンが多くなったかなって思ってます。2キロだと1700円とかねで売ってたりとかするので、やっぱそれくらいかな。そうそうでちょっとググってみたんですけれども、やっぱり米の価格っていうのは最近は落ちてきてるのもあるけれども、このネットニュースで結構出てたのが米がもうちょっと倉庫でダブついちゃってて困ってるっていうニュースが結構ここ最近多く出てましたね。っていうのも2025年の米が余っちゃってるっていうのは結構問題でニュースに結構出てて、そうだから倉庫にいっぱいすぎて今年のね2026年の新米が出た時倉庫に入らなくて困ってしまうからなるべく米を買ってくださいみたいなね、そういうなんか困っちゃうみたいなのが結構出ててなんかねこれはねちょっとねさすがにある程度ねそりゃないでしょって逆に思った方がいいなって思いました。逆にって変だな、おかしいでしょっていう風にみんなが思うことだなっていう風には思いましたね。2025年の米が余ってるってねでやっぱりねその今年の米が新米が出てくる頃、私イメージ的に新米って10月っていうイメージなんですけども、結構8月ぐらいからちらほら場所によっては出てきたりするぐらいなんで、夏の終わりから秋にかけてかな、新米が出てくるまである程度2025年のお米を売らないと困ってしまうのでっていうのがあるので、その新米が出てくるまでのシーズンに米の価格はやっぱりもうちょっと下がるんじゃないかみたいのが書いてありましたね。確かに最近ちょっと下がってきたなと思うので、もしかしたらこのまま新米が出るまでにちょっと倉庫が2025年度米がいっぱいいっぱいでってなってる状態だと、新米の直前ぐらいまではもしかしたらお米すごく下がったりするのかななんて思いましたね。そう結構ねねって感じですよねちょっとあんまちょっと喋んないようにした方がいいかな。あんまこういうの喋りすぎるとちょっと政治っぽい内容に関わってくるので、あんまそういうの喋んない方がいいなって思ってるんですけども、もちろんねこういうことを自分で調べたりとか、そうだなとかこれはいかんなって思ったりとかする、そういうのを個人個人がそういうのも気持ちというかね、そういう意見を持ってるっていうことはすごく大事なことなので、いろいろ調べたりもできますし、ただいろんな角度からね、いろんな立場からの意見っていうのがあるので、ちょっと一概にねこう言うとそこをねまたなんていうのかなつっつかれると、ぶっちゃけそうは言ってもこうですよっていう風に言いたいところあるんですけど、それしちゃうとねちょっとそれはね良くないくはないんだけど、そこがちょっと盛り上がっても困るっていうのもあるので、そこはそんな感じです。でどうなんだろう、やっぱりお米の価格はある程度ちょっとねこの乱高下してもちょっとちょっといろいろちょっとやばい、またちょっとあれなんですけども、そうだな、大雑把にちょっとあれだと、この一般市民からして考えると、まず米離れは、日本人にとっての米離れは起きてほしくないなっていう風な、そういう角度の考えもありますね。やっぱり去年でお米が
買えない、そのお財布事情的に物価も高騰してきてるのに、お米が主食のお米がこんな上がっちゃって買えないよって言って、結構ニュースっていうのかな、ネットニュースとかでも結構その代わりにパンとかね、うどんとか、でっかいパンを安く買って、それで節約してちょっとずつ食べてますとか、あとはパスタとかね、この安いパスタとか、あとはこのうどんとかね、小麦粉製品ですよね。それでこうどうにか賄ってっていう、このパンにシフトしたりとかね、小麦粉系にシフトしたりとかね、そういうのが多かったじゃないですか。でさらには米が足りないから輸入米用とかねね、そういうのも出てきたわけですけれども、やっぱりある程度一定の人たちが当たり前にこう米を主食として消費するっていう、この安定した消費っていうのも大事だと思うし、お米農家さんのこの継続っていう観点もあるんですけれども、結構ね、日本人の健康っていう観点からも絶対米食の方がいいだろうなって個人的には思ってるんですよね。やっぱりお米、この DNA 的にも昔からそれを食べてきて合ってるとかね、そういうのもあるだろうし、あとはやっぱり小麦粉っていうと、最近はよく言われているグルテン問題もありますけれども、それももちろんあるし、体質的にね、あとグルテンの不対症とかある人ない人とか、いろいろあると思うんですけれども、やっぱりこうちょっと怖いなって思うのは、輸入小麦による農薬や防腐剤が怖いなって思うんですよね。小麦粉、輸入小麦といえばグリホサートとポストハーベスト、この2つがやっぱちょっとね怖いっていうのは思います。だからどうしてもね、なるべく国産小麦、パン食べるんだったら国産小麦のがいいななんて思っちゃうんですけれども、そうそうね、だからそれに対してやっぱりお米っていうのはそういう観点からも、農薬やら防腐剤っていう観点からもまだ安全性は高いんですよね。こうもし農薬を使っていたお米だったとしても、この精米して白米にした状態で炊くんだったらそういうのも結構こう取れてる状態ですし、あとお米ってね、この、食べる時の加工度合いが、あれって水入れて炊いただけなので、そういう意味でも余計なものが入ってないっていう意味では、やっぱり主食として食べる分にはとてもこう安全性とかが高いものだろうなっていうふうには、私個人は思ってるんですよね。で小麦もね、日本で作ったものだったらまだしも、やっぱり外国で作ったものだとね、それを長期間かけて船コンテナ船とかでやってくるんでしょうから、そうしたらやっぱりこうその輸送期間の間にやっぱ腐るっていうか、カビとかこの腐敗してしまうとかね、そういうリスクがあるわけで、そうならないためにあれですね、ポストハーベストをしっかりこう巻くっていうか、どう巻いてんのか散布してんのか知らんけど、だから収穫した後ですよね。なんかポストハーベストっていう名前自体がポスト後々のハーベストっていうイメージで結構覚えやすいなと思ったんですけども、収穫後にこの輸送する時とかにこのカビやら腐れたりとか、そういうのを防ぐために農薬とは別に防腐剤って言ったらいいのかな、ポストのハーベストに対してこう防腐をするポストハーベスト、だからそれはね、もしこう外国にこの輸送しないんであれば、わざわざこうかける必要がなかった防腐剤ですから、やっぱね、そういう意味ではちょっと怖いなって思いますね。もちろん農薬の時グリホサートとかももちろんあれですけれども、ね、だからやっぱりこう小麦粉はちょっと食べ過ぎないようにしたいなっていうのは健康上ありますよね。
まあね、その小麦粉がこうコンテナ船じゃなくてエアー便とかでね、飛行機でピューって持ってくれるんだったらいいですけど、まあそれコスト的に絶対ありえない超高級小麦になっちゃいますからね。だったらやっぱ日本で作った方がとか思いますけどね。なんかこの小麦を、その米が足りない時に輸入小麦に頼ったりとか、輸入のお米にっていう流れが来たのであれば、今米がダブついてる今は、なんかお米をもう全部せんべいにでもして輸出しろとかね、ちょっとね、個人的にはちょっと乱暴な考えですけど、別に外に誰かに言ってるわけじゃないんで、ちょっと勝手に私の頭の中でもうせんべいを輸出しろって思いましたね。そうそう、小米でもココ米でも25年米でも、あのせんべい作れと思って、外国に向けて日本のせんべいブランドをどうにか誰か輸出してくれみたいなね。なんかもうバーベキュー味とかね、せんべいのバーベキュー味とかね、照り焼き味とかね、あとすき焼き味ね。すき焼き味いいじゃん。なんかすき焼きっていうだけでなんかうまそうみたいなね。そうそう、すき焼き、照り焼き、バーベキューとか。あとポテトチップスであるわさビーフってあるじゃないですか。わさビーフとか結構ウケるんじゃないかなって思うんですけど、わさビーフ味のせんべい、そうそう、もう全部せんべいにしてちょっと輸出しろと。で、あとは米粉パンをグルテンフリーのフロムライスのメイドインライスのあの米粉パンをもう結構外国でもグルテンフリー言ってるとこもあるから、なんかもうこの輸出しろと思って、なんかそうそう、しかも別に体にもいいし、せんべいとかだったらポストハーベストをつける必要ないから、別にね、外国の人の健康も損なわずに美味しく食べていただけるから、もうせんべいを輸出しろ。なんだったら成田空港で土産売り場に置いて流行らせろみたいな、せんべいわさビーフせんべい流行らせろみたいな、バーベキュー味、照り焼き味、すき焼き味を成田空港に置いて、抹茶味、緑の抹茶味みたいに流行らせろみたいな、お土産流行らせろみたいな、そういう妄想をして、ちょっと頭の中でちょっとプンスカしてましたね。で、せんべいもなんかこう、せんべいってなんて言ったらいいんだ、ライスケーク、なんかダメだな。これはちょっとイメージ的になんかポテトチップスに対等っていうか対抗するような、まだポテトチップスと違ってノンフライとかして別にヘルシーみたいな感じで、ヘルシーでもこの食感が美味しい、なんかパリッとしたポテトチップスとはまた違う、この、そうだな、ライスクリスピーですね。ライスクリスピーすき焼きフレーバーみたいな感じで、成田に置いて、もうなんだったら米粉パンを機内食にしろみたいなアナとかね。で、うん。で、とにかく米農家を減らすんじゃなくて、もう、米は一定量を日本国民が食べる以上に生産できるような、この輸出品として、穀物として輸出するんじゃなくて、日持ちとかがする、もう、せんべいとかね、クリスピーが、ノンフライでクリスピーでヘルシーでグルテンフリーのそしてジャパニーズフレーバーのをどうにか流行らしてくれみたいなね、そんなことをちょっと妄想してちょっと楽しくなってました。楽しくないけどね。なんかとにかく、あとお米農家も儲かるビジネスにしてほしいし、やっぱりお米食べたいし、そうそう、
そうなんですよって思いましたね。うん。なんかちょっともうちょっとなんか気の利いたこと言いたかったような気がしたんですけど、ちょっとねライスクリスピーあたりであの面白くなっちゃって忘れちゃったんで、ちょっとこの辺にしときたいと思います。ということで、それではまた。